今回から新シリーズ始めていきたいと思います。今までですね、1人とか2人とか3人の少数でサバイバルをしていたのですが、大規模なものを作るってなるとそれだけで数十時間かかってしまいます。で、私としてはもっとたくさんいろんなものを作りたいんですよ。でも今までのままだと絶対にそれは実現できないので、今回一緒にサバイバルやってくれる仲間たち数十名を集めました。かなりの猛者たちも集まっているので、このメンバーでやればやりたいことができるかなと思います。そしてこのサバイバルワールド、特徴的なのが複数のワールドがあります。まず1つ目、生活サーバーですね。こちらは普通のサバイバルをする場所ですね。そして2つ目、資源サーバー。こちらではエリトラやスポンジみたいな有限資源を漁る場所になります。そしてもう1つ、開発用サーバー。こちらはサバイバルで作るような回路系の開発をする場所になります。現状ではこの3つしかありませんが、今後建築用サーバーや巨大回路を作る専用のサーバーなども作る予定です。そして今回はこのサーバーが開放されてからたった3日間でどれほど進んだかを皆さんにお見せしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。さあ、早速始めていくんですが、もちろんワールドは最初から、完全なる一番最初のサバイバルワールドですね。で、この初期の状態でやるのが約2年ぶりなんですよ。なんで久々すぎて木のツールで掘る感じとか不便に感じます。で、まずは何といってもエンドラ討伐。この人数なんで最低でも1時間以内に終わらせたいですよね。最初はね、洞窟行って鉄を集めて、ネザーに行ってエンダーパールとブレイズロッドを集めます。そしてエンダーアイを使って早速1個投げ、要塞を探しに行きます。この時すでに40分経過しています。そしてそのままエンド要塞を見つけ、ポータルもすぐ見つかりました。ここまでの時間55分。ただ入ったらさすがこの人数なんで一瞬でエンドクリスタル壊してエンドラが降りてきて簡単に倒せました。ただ時間はギリギリ59分35秒でした。まだこれでもチュートリアルの序盤です。こっからがスタートラインみたいな感じなんでどんどん進めていきましょう。で、この次は一旦エリトラを取りに行きます。私の運が悪いのか何なのか分かりませんが、30分探しても見つかりませんでした。全然エンドシティが見つかる気配がない。X900 の Z3000 ぐらいまで来てるけど、そして40分経った時にやっとエンドシップが見えてきました。しかも2つあります。結果1時間でエリトラ2つしか集まらなかったんですけども、周りのみんなの分も含めてだいたい10個前後集まりました。今後いっぱい時間あるんで、その時に集めてもらおうかなと思います。エリトラも手に入ったので一旦拠点帰ります。この頃すでに拠点の方いろいろ進んでます。エンドラ討伐の時に討伐班と拠点開拓班で分かれていたのでこうなってます。そしてさらには村の方の開拓も進んでました。村人は序盤結構重要なんですよ。防具を強化したりとかツール系揃えたりするには村人は必須になります。で、こちらにもうすでに簡易的なゴーレムトラップができていたり、そしてこちらには村人が増えるところも作ってあります。もう村もほとんど形跡残ってないですね。そしてこっちには村人厳選場所があります。今8倍速で見てますが、こんな感じでずっと厳選を繰り返してくれていました。なのでね、理論値も出してくれて最安値で取引できる村人も結構います。理論値まで出してる。確かにめちゃめちゃ安いな。村はこんな感じで、拠点はこんな感じになります。4時間とかでこのくらいまで発展しました。食料全然なくてまともに走れないみたいなことが結構あったので、ホグリンファームを作ることになりました。で、もうすでにね、ネザーの岩盤上への道を開けてくれていたので、この天井上に作りたいと思います。材料も揃ってるので早速作っていきましょう。これでホグリンファーム完成です。この人数で設計図共有しながら作ると本当に一瞬でできます。ただね、落下死とかの事故が結構起きやすいです。序盤でエリトラをみんな持っててるわけじゃないので、これは仕方ないですね。思った以上に効率よくて食糧難が一気に解消されました。時間帯はもう真夜中なのですが、エンダーマントラップ作ってくれました。これで完成になります。上空でスポーンしたエンダーマンが下に落下して倒されるっていう仕組みになります。これがあるのとないのとでは全然経験値効率が違うので、序盤に作れる経験値トラップとしてはとても優秀なものになりますね。もうエンチャント部屋まで装備されてて完璧ですね。そして2日目、早速朝からなんですけど襲撃者トラップ作っていきます。これを作ればエメラルド、火薬、レッドストーンが無限化できるので、だいぶ一気に発展させることができます。作る場所は拠点から結構近いところですね。で、襲撃者トラップも作っていきます。余談なんですけど、これだけの人数で作業してると複数箇所で同時進行して作業するってことがメインになるんですよね。ここでは襲撃者トラップ作ってますが、例えば村では村人厳選がされていたり、エンドでエリトラ集
集めていたりなど、もう本当に複数箇所で同時進行して作業が行われています。はい、これで襲撃者トラップ完成です。あとは村人を連れて行きます。村人はね、村の方にかなり溜まっているので、ここから5人ほど連れて行きます。このね、ボートでの運搬作業も本来であればね、1人で作業してたら1人ずつしか村人は搬送できないんですけど、これだけの人数いるので一気に運ぶことができます。ちなみに村人の配置一度失敗してしまいまして、ちょっと申し訳ない気分になりました。ごめんなさい。1人亡くなりました。これで襲撃者トラップも完成です。しっかりと動いてますね。忘れていましたがトーテムも無限になるので、これで一発で死ぬってことはなくなりました。で、次はウィザーを討伐していきます。ウィザースケルトンの頭が27個あるみたいなので9体分召喚できますね。もちろん一気に召喚していきます。20人以上いるんで一瞬で終わると思います。地上にいるウィザーはすぐ倒し終わりました。たまに誤射とかによる事故は起きてましたけども、なんか上の方で戦ってますね。空中戦してるみたいです。最初は Y300 ぐらいのところで空中戦してたみたいなんですけど、その後どんどん上に上がって Y1000 を突破しました。そしてその2分後には Y1500 を突破して、なんか真っ暗な世界になっちゃいました。これ本当はネザーの天井上なんですけど、なんかもうエンドにしか見えないんですよね。そんなこんなでやっと空中で倒し終わりました。この降りる時もスカイダイビング感ってちょっと面白かったです。ウィザーを倒したということはビーコンが作れます。なのでそのビーコン使って拠点の近く9チャンクショットを露天掘りしていきます。ここは後でスライムトラップを作る予定ですね。半分海に使ってたので、本来であれば露天掘り大変なんですけども、この人数いれば一瞬で終わります。さすがに深層岩行ったら若干ペース落ちますけども、それでも2時間ちょっとでこの9チャンク全部露天掘りが終わりました。なんか壁画みたいなのいろいろ書いてありますけど、ここに今度スライムトラップ作っていきます。序盤は回路とかでね、スライムボールたくさん使うので、このスライムトラップがないと先になかなか進めないといった感じです。このスライムトラップは簡易的なもので、スライムチャンクに何層か作ってゴーレムで真ん中に誘導してマグマブロックで処理するタイプになります。これで完成ですね。いやもう本当にね、びっくりするくらい早く完成するんですよ。ものの数十分でこういったものが出来上がっていきます。そして2日目の夜中なんですけど、また深夜帯に装置を作ってくれました。まず1つ目がサトウキビ製造機ですね。サトウキビは花火作るのに使うので、なるべく早くね供給させる必要があります。だんだんとね、このワールド充実してきましたね。これで完成ですね。そしてなんともう一つゾンビピグリントラップも作ってくれました。ゾンビピグリントラップも金が手に入るんで、なかなかに序盤必要なんですよね。このトラップは簡易的なものでもこのくらいのサイズになってしまいます。この装置とピグリン交易所を組み合わせればだいぶいろんなものが手に入るようになります。これで完成になります。そして3日目です。最初に作ったのはコップン製造機とツリーファームになります。序盤の方は木材結構使うので、こういった簡易的なツリーファームがないと木材集めるのとかに結構時間がかかってしまいます。これで2つとも完成です。そしてこの2つの装置を作ってる間に拠点の近くでシュルカートラップを作っていました。シュルカーボックスがないと持ち運べる量が少なかったり、倉庫が散らかったりと、大変なわけですよ。なのでこれも序盤のうちに作んないといけません。これは大して作るのが難しくなく一瞬で出来上がりました。現世に連れてくるシュルカー第1号はエンド本島から1万ブロック以上離れたところから連れてきてもらいました。そしてそのシュルカーを現世に送ってシュルカートラップ完成です。先ほど作ったコップン製造機の隣に村人を100人ほど収容できる施設を作りました。備蓄とか聖職者とかそういった村人を配置することができます。完全にこちらも資源の量産体制に入ってますね。そしてなんとこれだけじゃなくて隣にもう1個作ってくれました。これで最大200人の村人を入れることができます。私の昔のワールドにあったあんな感じの村人収容施設ですね。これだけ収納できればツールとかクォーツを交換してくれる村人しばらくの間は足りると思います。これで2つとも完成です。なんかいつの間にかゴーレムトラップが進化してたり、丸石製造機ができていたり、あとは32連かまども置いてありました。いやもう本当に発展速度がすごいです。この村の最初の方を見比べてみればわかるんですけど、このくらい変わりました。これがたった3日ですよ。めちゃめちゃ早くないですか？拠点の方では倉庫部分などいろいろ変わっていました。現在使ってるこのサーバーなんですけども、いろんなとこでこういった作業をしてたり、装置を動かしたりしても結構安定してるんですよね。MSPT も20から35の間に収まっています。いろいろなところで装置系動かしててもこれくらいの負荷で収まるので、今後のでかい装置にもなんとか耐えられそうな気がします。
では3日目の最後に蜂蜜製造機作ります。蜂蜜って製造機作んないと本当に手に入んないんですよね。なのでこれは作らないと話にならないです。これで完成ですね。ということで今回は3日間での進捗状況をまとめてみました。この動画では全部紹介しきれなかったですけども、裏ではもっといろんなことがありました。今後そういったところも見せれたらなと思います。この回は準備編だったんですけど、次回からは本格的に何か作っていきたいと思うので、皆さん楽しみにしていてください。それではまた。